疲れ様です。このラジオのお時間です。ちょっと間が空いてしまいましたが、今日は超絶おすすめプロクリエイトのブラシがあるので、そちらをご紹介させてください。ですね、いつも私が住んでいるエッシーなんですけれども、そちらでずっとご紹介したかったポテト様というブラシクリエイター様がいらっしゃるんですね。その方に今回ちょっとメールを送りさせていただいて、ぜひ、YouTube でご紹介させてくださいませんかということで、お伺いしたところ、OK というお返事をいただいたので、こうしてご紹介させていただいています。ポテト様のショップ様のアドレスの方は、説明欄に記載をしておくので、ぜひそちらご覧いただけると嬉しいです。というわけで、ポテト様のブラシを使って早速お絵かきいきましょう。実はですね、今回の動画なんですけれども、なんと、1時間半ぐらい、収録を、というか、お絵かきするのにかかってしまいまして、それで5倍速でお送りをさせていただいています。なので、喋るスピードが全く追いつかないですね。困ったものです。今回は、推しの、女体化を書いております。ちょっとデッサン狂ってるんですけれども、後で調整するのでお許しください。というわけで、はい。お絵かきが進んでおりますね。このポテト様のブラシの何が魅力かっていうと、まずご本人様がめちゃめちゃイラストがお上手で、すごいジャケットを見てるだけでワクワクして使いたいって気持ちになるんですね。そちらが1点と、あと、こちら使っていただくとわかるんですけれども、めちゃめちゃ使いやすいんです。色を塗るにしても滑らかで、こうやってラフを描いたりとか、普通の、ペン入れをするにしても、筆が本当に滑らかなので、描いててすごい楽しいのと、なんだか自分が上手くなったかのような気持ちにさせてくれる、そんなワクワクするブラシですね。なので、ぜひ前からずっとご紹介したいっていうお話を動画でさせていただいていたんですけれども、規約で、商標利用のことが載っていなかったので、今までずっといいのかなとか、すごいそわそわしてたんですね。それで、じゃあ、いっそ聞いちゃえよって自分で思ってお伺いしたところ、YouTube でご紹介させていただいて、大丈夫というお話をいただいて、ありがてえって思いながら、今回こうやって推しを書かせていただいておりますね。で、推しなんですけど、女体化得意な方もいないかもしれないので、なんか中途半端に少年っぽくなったような、服装が、そんなに、男と女で変わらないっていうのもありまして、そうですね、苦手な方でも、見れるかなとは思います。いや、下手くそ的な意味で見れないという可能性はあるにしても、女体化だから見れないっていうことはないんじゃないかなとは思っています。という感じで、こちらを使わせていただいているブラシは、9月に出してらっしゃったブラシですね。9月によく使われてたブラシみたいなお名前で販売されていたと思います。ポテトさんの筆はそんな感じで、この時期にみたいな感じでお使いになられているものを販売されていることが多いんですね。で、どれもすごい使いやすいのと、さっきもお話ししてたように本当に柔らかいブラシが多いのと、やっぱりジャケットがすごい可愛いので、ジャケットを集めたいみたいな気持ちにもなりますね。いや、ジャケットはショップに行けば見れるやろって感じなんですけど、買うことに意義があるのです。で、そちらのブラシで今書かせていただいてます。そして、もともとペン入れする予定で、ラフをザクザク書いてたんですけど、そもそもペン入れが得意じゃないので、これはラフを消しゴムで削って、それっぽくするっていう感じで、無理やり主線を作ってますね。はい。とても私らしいなって思います。で、こういう感じで、整えて、みたいな時にも、消しゴムも本当に使いやすくて、線を追いやすかったので、すごくそういう意味でも使いやすいブラシだなって改めて思いました。ぜひ皆さんも色々とポテトさんのブラシを揃えていただいて、書き味とかも、書き比べてみていただけると嬉しいです。私の中のエッシー四天王のお一人であることは確かですね。はい。他の方々はそれぞれご紹介させていただいているので、もっと
エッシー四天王みたいなテーマで書いてっていうか、動画作ってみようかな。こう、勝手にコラボさせるみたいな、こう、四天王のブラシをいろいろ使って、みたいな。まあ、それをするとしたらやっぱ許可取らなきゃですね。はい。その時はちゃんと許可を取るので、はい。ご心配なく。そして、なんか女体化なので、もっとなんか胸バーンみたいな感じにしようかなとか思ったんですけど、中国の衣装なので、その胸バーンとかにすると、なんか布に高級感がないっていうかこう、布がペラペラ感が出ちゃうので、それで、諦めて、ほんのちょっとだけ、なんか膨らんでるんだか膨らんでないんだかみたいな感じにしています。腰のところで結構シワ入れちゃったので、まあ変わらんやろって感しなくもない。いや、気づいちゃダメですね、そこら辺は。はい。というわけで、そんなにこう、少年と変わらん感じになってます。あと、これ、今、再生してるボイスなんですけど、事情があって、後付けで、こう、撮ってるんですね。しかも、1.5 倍とか、なぜか倍速かけているので、こう、私の声が合わないタイミングも結構あると思うので、申し訳ないっていう感じです。あと、主戦が終わった時に、なぜか謎の完成してるピースがやってくるので、ピースって書いてるのを見たら、完成したんだな、ペン入れっていうか主戦みたいな感じで思っていただけるとわかりやすいと思います。そろそろ、ペンを変える時期とかがやってくるかなと思います。あとピースもそろそろ近いですね。はい。で、ペンを変えて、色塗りに映ってますね、ここら辺から。はい。色がすごく、こう、今回、素敵なパレットを配布されてる方のペンセットというかブラシセットを買わせていただいたので、それを主に使ってます。で、女の子はどっちかっていうとピンク寄りの肌色がすごい好きなので、今回は好きな感じに塗れたかなと思ってますね。はい。そしてここら辺でもポテトさんの筆が塗りやすくて素敵だなみたいな感じのことを思いながら、というか喋りながら塗っていたと思います。オクラ入りしたボイスで。で、服の色なんですけれども、推しは割といつも赤い服を着てることが多いんですけれども、ここら辺はなんか私が紫好きだからっていう理由で紫にしてますね。で、こう、後で出てくると思うんですけれども、帯とかはちょっと王様なのでゴージャス感ある色にしようって思って山吹色と、あと、その帯を締める紐の方を赤にして、ちょっとおめでたい感出そうって考えてました。あと、上の掛け物ですね。掛け物で、ちょっと赤っぽい風にして、推し色を出そうとしてます。そういえば、そろそろ、海外版の、その推しが出てくる漫画のコミックスが出るような時期だったと思うんですけど、出てるんですかね。まあ、海外の方と、あと日本の方にももう分かりやすいように言っちゃうと、私の推しは、キングダムという始皇帝と、あとその国ですね、を舞台にした漫画の、始皇帝が推しになります。で、推しの推しというのは、主人公の大将軍を目指す下僕からどんどん成り上がっていく少年のことですね。二人は親友なので、なんかその親友の関係性がすごい好きで、なんていうか、あんまりこういう BL 的なの語るの良くないと思うので、ぼかすと、そのブロマンス、友情、なんか恋愛感情とかじゃなくて、その関係性みたいな熱さに燃えてるっていう感じですね。なんかこう、燃えキャンみたいな感じじゃなくて、こう、ファイヤーの方で燃えてます。なんかこう、お互いが、その常に同じ画面にいて、親友、いつも一緒だぜ、みたいな感じじゃなくて、お互いの戦場がそれぞれあって、その私の推し、大王様は、戦場は大体宮殿ですし、その推しの推し、要は主人公のシンは、基本は戦場で、なんかこう、打ち取ったり、みたいな、するのが仕事なので、本当同じ画面にいること自体少ないんですけど、お互い、すごく戦のない世の中を作るっていう目的で、お互いの友情を培っていて、で、そこに対して、あと、お互いの人間性もすごい分かり合ってて、そこにお互いを感じてないみたいな、その、要は、始皇帝って敵が多いじゃないですか。その、他の国もそうだし、宮殿内にも、いろんな部下とかが、こう、裏切りを狙ってたりとか、
まあそういう描写とかすごいいっぱいあるので、まあそんな中で敵に囲まれて大王として生きていく中で、すごくこう、真の、その、嘘のない、こう、まっすぐな生き方っていうか、そういう性格にすごく信頼を置いていて、真もまた自分の大王になる、自分の大王っていうか自分の国の大王様が政治とかお金とか贅沢とか、そういうのを考えてる人間じゃなくて、本当に尊敬できて、人のことをめちゃめちゃ考えてる大王だっていうことを理解して信頼を寄せてるみたいな、本当に、なんていうのか、大王様にとって、真は唯一信用できる友達だし、それに、真にとっても、なんていうかこう、仲間はいっぱいいるけど、自分にとって、その、大将軍になりたいっていう自分の夢を、こう、叶えてくれる人っていうか、そういうこう、信じさせてくれる王様、みたいな感じで、こう、信頼を置いてるみたいなところがあって、で、そういう、お互いに対して唯一無二みたいな存在であるところに、すごい熱さを感じてるんですよね。はい。で、そんなキングダムが、確か今年の初めくらいに、秋にコミックスの英語版が出るみたいな情報があったんですよね。だから、もう出てそうな気がするんですけどね。なので、海外の方で、その、キングダムをまだご存知ない方とか、もしいらっしゃったら、ぜひこの機会にお手に取っていただいて、で、コミックスがもうめちゃめちゃ関数出てるんですね。今確か 85?6?7? まあ、とにかくいっぱい出てて、ちょっと追うの大変だと思うんですけれども、アニメもあるので、ぜひ、キングダム、見てみていただけると嬉しいです。中国の戦争がメインになってるんですけれども、全然なんていうか、どんなキャラも悪いキャラもいるんですけど、いいキャラも多くて、本当にみんなの信念のために戦ってるっていう群像劇なので、読んだ後に、すごい感動がやってくると思います。そんな始皇帝を女体化させてごめんな。でも、FGO なんか始皇帝、両性具有っていうか性別ないっていうか、そんな感じだから、まあ似たようなもんだと思っていただけたら、いや、こんなこと言ってたら、ちょっと怒られるかもしれないので、あくまでファンアートでございますので、ファンアートという認識でいていただけると非常に助かります。で、そんな推しのことに語ってたらいつの間にか時間がめちゃめちゃ経っていて、色塗りかなり進んでますね。はい。この後に、影の塗り方とか、こう、いろいろやっていくんですけれども、まあ、だいたい今、一時塗りみたいなのが終わりそうっていう感じですね。これ、髪が、主線とあまり区別つかなくなっちゃってるので、後で、髪の色を直したりとかしてますね。であと、これ、肌の色をはじめピンクにしすぎて、うさぎかよってなってしまって、こう、四苦八苦して直したりとか、してますね。なんか私、すごい古い人間なので、全然まあ、それを強いたりとかはしないんですけど、女の子はピンク可愛いよね、みたいな理由で影をピンクにしてたりとか、します。で、あと、もう塗り終わってから言うのもなんなんですけど、目の感じが結構個人的には好きに塗れたかなと思ってます。で、肌をこう塗り終わった後は、服とかに行ってますね。なんかはじめ、シワっていうかこう、シワとか、あと、その光関係とかをちゃんと綺麗に見せられるように塗ろうって思ってたんですけど、私光源とかまだ全然勉強してないので、なんかこう、日本のピクシブで、私にすごい、感銘を与えてくれた、こう、言葉があるんですけれども、それが、光源は、俺だっていう言葉で、私は基本的に、いやー、光、影、全くわからんってなって不安になった時に、その言葉を思い出して、あ、とりあえず好きなところ塗っとけばいいやって言って塗ってます。なので、そういう風に自信なくてあんまり絵とか描けてないんだよな、みたいな人は、全然こう好きに描いていいと、私は勝手に思っているので、ぜひ、この言葉を心に秘めて、お絵描きしていただけるといいんじゃないかなって思ってます。海外でも流行るといいですね。いや、もう流行ってるかもしれないですけど。はい。でも海外だとどのジャンルが流行ってるんでしょうね。鬼滅の刃とか、呪術廻戦とか、ジャンプ系は安定して人気がありそうな気がしますけど。あと、ちょっと古い知識だと、その昔、某アニメのパブリッシャーさんに聞いた話だと、SAO、要は、ソードアートオンラインが海外の人気すごいんだよって聞いたこと
ありますね。私自身はソファーとオンラインあんまり知らないんですけど、ヒロインが可愛いことは把握してます。なんか、もし、他のキャラクターとかも描いてみたいなと思いつつ、そんなにジャンルとか手広く見てるわけではないので、もしなんかこのキャラ描いてみてよみたいなのがあったら、コメントとか残していただけたら、ぜひ参考にさせていただきますので、教えてください。よろしくお願いします。と言ってる間に、髪がちょっと薄くなりました。薄くなったらダメ。髪の色が薄くなってきましたね。はい、推しが。で、やっぱり薄いところから濃くした方が影は乗りやすいですねって思いながら、ここら辺で作業してましたね。でも本当にポテト様のブラシは、どれも描きやすいし、可愛いし、柔らか感が最高だし、いやー、なんかこう、いつもよりすごく丁寧に推しクリエイターさんのブラシを使うときはいつもちゃんと丁寧にってやってるんですけど、すごいそういう意欲が湧いてくるので、大事ですよね。自分のテンションを上げて描くっていうことは。しかし、これ、1時間半くらいかけて描いてたって冒頭で言ったんですけど、本当に、そうですね、喋りながら描くのがすごい大変で、しかも今回その喋った内容が半分以上蔵入りになってるので、なんか配信しながら絵描いてる方とかほんとすごいなって思いましたね。なんか集中力が喋る方に行ったり、絵を描く方に行ったり、どっち集中すればいいんだ、みたいな感じになるので、すごいこう、まだまだ精進しなくちゃいけないなって思ってます。それなんかもっと倍速にした方がいいんですかね。見てる方も飽きそうな気がしていて20分もあるじゃないですか。これをさらに2倍速とかにしたら見やすいんですかね。私 YouTube は基本2倍速にして見てるので、ボイスが今 1.5 倍っていうことは、これをさらに 1.5 倍にすると見やすいのかな？そうすると15分くらいとかなのかな。とにかく見やすいようにスピードを速くしたり遅くしたりしていただければありがたいなと思います。あと、ここら辺で、ちょっとこう、3回目の影塗りみたいなのをしてますね。後で出てくるので、その時に結構呆れられるかもしれませんが、どうにかして胸の柔らかい膨らみ感を色で表現できたらいいなと思って、すごい一生懸命いろんな紫を試してるところが本当バカですねって思ってます。いや、まだまだ色塗りとかも本当に全然上手くないので、いろんな方の動画見て勉強したいですね。今月も色塗りの本を数冊買いました。あと、後半ぐらい聞いてどうするって感じなんですけど、今ちょっと海外向けのサービスを考えていて、それの準備をいろいろしてるんですね。で、もしかしたら、そういうサービスで、こういうのもし見てくださってる海外の方とかいらっしゃったら、私と直接お話とかさせていただけると嬉しいなと思ってます。いや、YouTube で配信してる人と話すとかではなくて、仕事のご縁で話す機会があればいいなって思ってるっていう感じです。とは言っても、私、そんなにお金儲けしたくてみたいな感じではなくて、やりたいことが一つあって、それが、日本の感動を世界に届けたり、世界の感動を日本に届けたりとか、そういうのをしたいと、すごく昔から思ってるんですね。で、私がゲーム業界で仕事をしてたのも、日本のゲームを海外に届けたりとか、海外のゲームを日本に届けたりとか、そういうので、世界とか国の壁をなくして、いいもの、いいストーリー、いい体験を、すごい本当にいろんな人に届けたいなっていう夢があって、そういう仕事をしてたので、そういうのを助ける一環になる仕事を、ほんのちょっとだけお金をいただいて、代わりにそれ以上の価値を提供させていただいてみたいな仕事をしたいなと思っていて、今それの準備をしてるっていう感じです。なので、もし例えば日本語勉強されてたりとか、日本語をもっと触れてみたいとか、そういう感じで日本のコンテンツとかをもっと身近に感じたいみたいな方がいらっしゃったらぴったりなものだと思うので、よかったらチャンネル登録とかしていただいてお待ちいただけると嬉しいです。多分1ヶ月かからないくらいで少し告知できるかなと思ってます。じゃあ、そんな感じで私の推し、キングダムの思考って過去女の子バージョンができました。はい。というわけで、素敵なプロクリエイトのブラシクリエイター様、ポテト様のブラシをお借りしました。というわけで、また次回お会いできたらいいですね。
いいですねっていうかお会いしたいと思いますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。あと、よかったら高評価もお願いします。じゃあね、バイバーイ。